んにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年8月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと8月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。クリーチャーズ・オブ・アバ8月7日発売日初日からゲームパスに対応します。感染症が急速に広がる惑星アバを舞台に野生動物たちを助けコミュニケーションをとり冒険していくアクションゲームです。この惑星ではかつては平和で温厚だった野生動物たちが未知の感染症の影響によって凶暴になってしまっています。そんな彼らを救い出していくことによって彼らの力を借りることができ、野生動物のスキルを利用することで先へと進めていけるような作りとなっているとのことです。なので今作は野生動物たちと戦闘したり倒したりといった内容ではなく、彼らを癒し手なずけて救っていくというシステムとなっています。クラッシュバンディクーぶっ飛び三段盛り8月8日からゲームパスに対応します。ディアブロ4やコールオブデューティーモダンウォーフェア3に続いてアクティビジョンブリザードのタイトルがゲームパスに追加されることになりましたね。現在ではラストオブアスやアンチャーテッドシリーズなどを手掛けているノーティードッグが過去に開発し PS1 で発売したクラッシュシリーズ3作をフルリメイクした傑作アクションゲームです。開発元は今作をリマスターと呼んでいますが、キャラクターやステージのモデリングを全て作り直し、ゲームシステムにも調整が行われていて、完全にリメイクと呼んでいいほどに力の入った作品です。私、クラッシュシリーズ大好きなので、未プレイの方にはぜひ遊んでいただきたいです。オーソドックスなステージクリア製の 3D アクションゲームで複雑な操作はなく、お子様でも楽しく触りやすい作りでありながら、進めていくにつれ、ステージの難易度は上昇していくので、自身の成長を実感しながらゲームを楽しむことができます。一部ステージでかなりシビアなジャンプや操作を要求される点や、フルコンプを目指そうとするならば、驚異的な難易度を誇っているのも今作の魅力で、個人的には数あるゲームの中でもトップクラスの高難易度アクションゲームだと感じています。ただ、これはあくまでコンプを目指す場合であり、クリアを目指すだけならば、適度な難易度で作られているとも感じます。なお、リメイクにあたって様々な仕様が PS1 版とは異なるため、PS1 版をやり込んだ人にとっては、操作に若干の違和感があるかもしれません。それと、当たり判定がシビアであったり、操作にやや感性がついているなど、慣れるまでは何度かやられてしまうかもしれません。しかし、基本的にゲームそのものとしては、3作品すべてシンプルかつ完成度は高く、大ボリュームであり、前作日本語音声にも対応していて、アクションゲーム界を代表する夢のような作品だと思います。なお、もし1から遊んで難しすぎると感じた場合は、2や3の方から触ってみるといいかと思いますよ。マフィアディフィニティブエディション8月13日からゲームパスに対応します。2020年に発売されたマフィア1作目のフルリメイク作となります。なお、オリジナル版の方は2002年に PS2 や初代 Xbox で発売されています。タクシー運転手の主人公がひょんなことからギャングのいざこざに巻き込まれてしまい、不本意ながら犯罪組織の世界に足を踏み入れることになっていくというストーリーのオープンワールドアクションゲームです。私はオリジナル版未プレイでリメイク版のみクリアまで遊びましたが、元々が古い作品ということもあってオープンワールドでありながらできることは限られており、ボリュームはコンパクトです。現代のオープンワールド作品のように膨大な寄り道要素を楽しむという作品ではなく、基本的には車で目的地まで移動し、イベントや戦闘が発生し、また移動するといった流れのメインストーリーを楽しむ形となっています。操作性やゲーム性の面では古さを感じざるを得ない作品ではありますが、メインストーリーのボリュームもかなり抑え気味でサクッと最後まで遊べる作品ですよ。Xbox 版の Valorant が7月27日から無料で配信開始しています。本作はゲームパスアルティメット加入者向けに様々な特典が付与されるタイトルとなっています。
約1ヶ月半前の2024年6月15日から応募者限定のベータテストが行われていましたが、ついに全ユーザーがプレイできる形となりました。本作はキャラクター要素と競技性を備えた5対5のチーム対戦型 FPS ゲームです。PC 専用ソフトとして2020年にリリースされ、非常に高い人気を誇る FPS がついに CSP でも遊べますね。私は応募者限定のベータテストからプレイしていて、まだまだ初心者ながら中毒性の高い対人ゲームだと感じています。ワンライフ制で敵味方ともにラウンド中での復活はできないレインボーシックスシージのようなシステムで程よく緊張感があるのと、ワンラウンド1分40秒というスピード感で瞬く間に勝負がつく圧倒的なテンポの良さが素晴らしく、短い試合時間がゆえに攻めざるを得ないような場面が生まれる作りなのも見事だと思います。武器やアビリティ、シールドなどはラウンド開始前に毎回お金を利用して購入する必要がありますが、基本固定の武器とアビリティを使用するようになるかと思いますし、マップサイズはかなりコンパクトで覚えることは比較的少なめな遊びやすい FPS という印象です。ただ、対人 FPS はこれまで絶対に動き回りながら飛び回りながら撃たなきゃダメだという考えでいたのですが、本作では射撃する際に動きを止めて撃つストッピングというテクニックが必要なのは個人的にはかなり衝撃でした。基本的には移動しながらの射撃では狙ったところにうまく当てることはできない作りとなっています。他の FPS に慣れているとつい動きながら撃っちゃう癖がついちゃいますよね。ちなみにゲームパスアルティメット加入者は全員本作のキャラクター全員の無料開放券やバトルパス、イベントパスなどの XP が 20% 上昇といった特典が永続的に付与されます。クロスプレイの方は PS5 と Xbox とでのマッチングに対応していて、 PC 版とのクロスプレイには非対応とのことです。こちらは競技の公平性を保つためであると説明されています。ただ PC とのクロスプレイには対応していませんが、クロスプログレッションには対応していて、アカウントの共有は可能なため、スキンやゲーム内通貨は PC 版と共有できます。新規プレイヤーさんが非常に多く、始めるのに最適なタイミングだと思います。皆様ぜひ遊びましょう。ここからは8月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。テキサスチェーンソーマサカー。追加から1年で終了となります。ホラー映画悪魔の生贄のライセンスを取得したキラーと生存者とに分かれて戦う非対称型マルチプレイゲームです。生存者側は4人、そしてキラー側は3人とに分かれてプレイする4対3のかなり珍しい構成となっており、キラーは生存者を探し出し追いかけ倒す、生存者たちは無事逃げ切り脱出を目指すこととなります。エアボーンキングダム。こちらも追加から1年間で終了となります。3D のグラフィックで作られた空中都市の建設及び管理を行うシミュレーションゲーム。小さな王国から始まり、人口を増やして世界の人々の希望の光となる都市を建設していく作品となっています。シャドウウォリアー3ディフィニティブエディション。追加から1年半で終了となります。一人称視点で銃と刀を武器にスピード感のあるダイナミックな動きで敵を倒し暴れまくれるアクションゲームです。なかなかの語話表現で血や肉片にまみれて敵を切り、撃ち、破壊し、突き刺すことができる爽快な作品となっています。壁登りや空中ダッシュ、グラップリングフックによるアクションをメインとしたパートも比較的多く、アクション好きな方でしたら非常に気持ちよく楽しめます。ステージクリア制で1ステージ約20分から30分ほどと遊びやすく、全体のボリュームもかなりコンパクトです。中盤になってくると敵の数の多さや硬さが少しだけ気になったものの、こちらの攻撃手段も多彩なので許容できるかなと感じました。私はクリアまで5時間でした。ということで、今回は2024年8月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと8月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。